ハスが咲いて、セミが鳴きまくって、いやー夏ですねはい、到着園芸でもね、今ハスがちょうどね開花のシーズンを迎えておりまして、シーズンってほどでもないかもしれないですけどね、このように、いっぱい咲いてますね。こちらのね白花の八重とかも綺麗ですね。もうすごい花弁数が多くてゴージャスですよね。ここのね、この間インスタにも載せたんですけど、紅芍薬っていうねむっちゃ濃い、品種もね綺麗でいいなと思ってたりもするんですけど、皆さんね一重結構好きなんですけど、八重もいいっすよね結構ね八重咲きの品種も悪くないなって最近よく思っております。はい今日何させてもらうかというと、その前にいつもの言ってなかったですね。はい、皆さんこんにちは、土着園芸の鈴木です。今日はね土着園芸からお送りさせていただいておりますからね。でね、今日させてもらうのが春先にね、今年もねまた咲いてくれることを楽しみに株分けしたいと思います。何これ、ハスがここから逃げ出してもうここにいるんですけど、このね白玉ハスは結構小型の品種なので、これでもちゃんと育つと思いますよ。この小さいのでもね、これ一株で育つかやってみようか今年ね。それやってみる。もうこれはもうあえて大きいレンコン出てきても植えずに、このちっちゃいのでちゃんと育つかやってみましょうかね、このちっちゃいのね、やりましょう。それに決めた。綺麗ですね。というような感じで、もうむっちゃ極小の、これぐらいかな。これぐらいの、小型品種なんで、それから言うとそこまで小さくないのかもしれないですけど、その中でももっと大きいのはね、こんなね15センチぐらいあったね立派なレンコンもあったんですけど、その中でも、ポットから飛び出してむっちゃちっちゃかったこの5センチぐらいのね、このヒゲぐらいのサイズ、これぐらいですよね。これぐらいのものすごくちっちゃなねレンコンを植えたビオトープが今ねどうなってるかっていうのをご紹介させてもらおうと思ってまして、何度かねインスタとかそういうの辺では結構写真載せてたんですけど、それがねこちらです。じゃーんっていうことで、もうボーボーですねもう一面こう水生植物だらけでですね、でも一応この中でもメダカちゃんがね元気にしてるんですよ。もうちょっといい姿が映ってるかどうかわかんないですけどね。で、今年はねコンホネもよく咲いてましたね。でここら辺がハスなんですけど、今年ね、これちょっともう花が終わりかけの状態が一輪あるんですけど、これ以前にあとね2輪ぐらい咲いてました。でなおかつ今ねここにもつぼみがあってっていうことで、なんとですねいつもよりも調子がいいじゃないかっていうなんか変なね状況になっておりますね。いつもねだいたいね2輪ぐらいしか咲いてなかったんですけど、今年あんなちっちゃいレンコン入れたにもかかわらずですが、こんなに、まだ葉っぱの茂りはこれからかなって感じなんですけど、なんとね花がすでに4輪も上がってて、でまだこれからこの大きさだったらね、いつもだったらもっと茂ってたんで、もうちょっと咲いてくれてもおかしくないかなっていう、時期的にもねまだ7月の中頃ですからね。このように育っております。このことからしてですね、必ずしもレンコンが大きくないと開花しないっていうわけではないなっていうことがね分かりました。大きいに越したことはないのかもしれないですけど、特に小さな容器で育てる場合はね、一気にねこう根っこが回りすぎて、その年ちゃんと株分けしたにもかかわらず春先の成長が良すぎて、開花に至らないってこともあるんじゃないかなっていうふうに最近危惧しておりますね。結構ねしっかりとね肥料もやって株分けもして、でもなんで咲かないんだろうっていう方もねいらっしゃるんでね、その辺の実験も今後ねどんどん進めたいなと思っております。ということで今日は、春先にむっちゃちっちゃいレンコンを植え付けたビオトープの、開花状況のご報告をさせていただきました。それでは皆さんさよなら。